はい、石川正義です。今回はタルトペイザンヌ、フランス語で田舎風のタルトっていうのをね作っていきたいと思います。通常リンゴで作るのが多いんですけども、その季節ごとで美味しいフルーツを乗せて焼いてもらってもいいかなと思います。リンゴの下にはアーモンドクリームにリンゴのピューレを煮詰めたものを敷くことが多いんですけども、今回はアーモンドクリームにクリームチーズを混ぜて優しい美味しさにしてみようかと思います。ではね、型に敷くブリゼ生地を作っていきたいと思います。ブリゼ生地は練りパイの一種なんですけども、この生地ならねパイ生地をね簡単に作ることができます。で折りパイと違って焼いた時に膨らんだりボリュームはねちょっと出にくくなるんですけども、逆にボリュームを出したくない今回のようなね型に敷く用途などではねとても重宝していくんですね。まずはバターを1センチ角程度に刻んで、計量した粉類と一緒に冷凍庫でね十分冷やしていきます。バターはね凍ってても全然大丈夫です。では生地に混ぜていく液体をあらかじめ混ぜておこうかなと思います。卵黄に牛乳を 2,3 回に分けて混ぜてから、砂糖とね塩を加えて溶かしておきます。でこれが混ざったら冷蔵庫で冷たい状態で保管しておきますね。十分に冷えた粉とバターをフードプロセッサーに入れて混ぜていきます。フープロでね混ぜるとミキサーで練るのとは違って粉とバターが混ざりきらないんですね。カッターで切っていくことでバターの小さいかけらの周りに粉が存在するっていう状態になります。そして焼いた時に生地の中のバターが沸騰蒸発することでバターがあったところに空間が生まれてサクッとした食感になってきます。フープロでどの程度混ぜるかはこんな感じで、すくってもバターが見えなくなっていれば良いです。ではこれをボウルに移して液体と混ぜていきます。真ん中をくぼませてそこに液体を入れて切り混ぜるような感覚で混ぜていきます。ここではね練らないように注意しますね。混ぜていくと粉から少し小さい粒々になってくるので、そしたら少し押し固めてそれをね重ねていって生地をまとめていきます。環境が許すならきれいにした作業台の上に直接粉を置いて液体を混ぜた方がやりやすいです。ではまとまった生地をラップに包んで冷蔵庫で休ませていきます。最低でもね1時間以上は休ませた方がいいかなと思います。生地を休ませている間にアーモンドクリームを作っていきます。クリームチーズとバターは室温で柔らかくしておいて、まずはクリームチーズを練ってダマをなくしていきます。ケーキを作る時の基本としていろんな材料を混ぜていく時は硬いものから順番に混ぜていきます。硬い順に混ぜていくことで出来上がりにダマができにくくなります。では室温で十分に柔らかくしたバターを加えて混ぜていきます。そこに砂糖を加えて混ぜたらアーモンドプードルをふるって混ぜていきます。
アーモンドクリームの作り方の基本は卵を入れた後にアーモンドプードルを加えるんですけども、卵を先に加えると分離しやすいので、僕はアーモンドプードルを先に加えています。卵を 2,3 回に分けて加えるんですけども、最後に卵を加えるより早く生地がつながっていきます。全体がきれいに混ざったら、混ぜ残しがないように周りを一度ねきれいにしてから冷蔵庫で保管します。で、一度休ませた生地を伸ばしていきますね。今回は2倍量で作っているので、途中で半分はないないしていきますね。手で伸ばすならできるだけ薄く 2mm 程度に伸ばせればいいですね。多少厚くでも問題はありません。伸ばしている最中に生地の温度が上がってしまうと、バターが溶け出してそれが粉に染み込んでいって、焼いた時のサクサクっていうのがねなくなってしまうので、室温をできるだけ下げるのと、生地がね柔らかくなってきたら躊躇せずに冷蔵庫に戻して冷やすっていうことが重要になってきます。薄く伸ばせたら生地を浮かして生地の下に空気を入れてやることで生地を縮ませてあげます。これで生地にね伸ばした方向にかかっているテンションを緩めてあげます。これをしないと焼いた時に焼き縮みが大きくなったりするので注意します。ではこれを鉄板などに移して一度生地を休ませていきます。休ませることで生地中のグルテンというね粘る成分の結合が切れて縮みにくくなります。ここでも最低1時間程度は休ませたいところです。十分に休ませたブリゼ生地にフォークで穴を開けてから型に敷いていきます。穴を開ける理由は、焼いた時に生地を一定以上に膨らませたくないので、バターが沸騰して出た蒸気を生地の外に出して逃がしてやるためですね。型に生地を敷く際は、まずは底、その次に角、そして側面という具合に中心から生地の位置を決めていきます。型に生地を敷き終わった時に、あらかじめ伸ばした厚みのまま型に敷けるようにします。自分が触っている部分より外側は自由に生地が動く状態にするっていうことが重要です。底の部分は特に意識しなくても型に生地が沿ってくれると思うんですけども、角はね少し難しくなります。角に当たる部分を一度折ってから角に当てると綺麗に角にね沿ってくれます。で、角に綺麗に生地を沿わせたら、次は側面を軽く押さえて空気を抜いていきます。ここでもね押さえすぎると生地の厚みが変わってしまうので、優しく押してあげます。それができたら型の上に出ている余分な生地を切ってあげます。で、最後に側面の生地を押さえながら型の高さに生地を揃えていきます。両方の親指の腹で押さえるとやりやすいです。これで綺麗に型に生地が敷けましたね。
この作業中でもそうなんですけども、生地が柔らかくなりすぎていたら一度冷蔵庫で冷やしてバターを固形の状態で保っていきます。ではアーモンドクリームもね十分に冷えたので絞り袋に入れて絞っていきます。今回絞り入れる量は多すぎると溢れてしまうので、型の高さの半分から7分目ぐらいを目安にして絞っていきます。では型の準備ができたので一度冷蔵庫で保管しておきます。では上に乗せるリンゴを切っていきます。切り方はくし形でも角切りでもいいんですけども、今回は僕の好きな切り方で千切りに切っていきます。この切り方だとゴロッとね果肉があるより食感が繊細になるので僕めっちゃ好きなんですよね。で今回はしてないですけども、りんごにシナモンだったりバニラだったりキャラメルのフレーバーをつけても美味しくなりますんで、ご自分の好きなように作ってみてもいいかなと思います。では切れたりんごをタルトの上に盛っていきます。今回は1個分ですけども 1.5 個分ぐらいはね普通に増やしてもらっても大丈夫です。ではオーブンで焼いていきますね。今回は170度で45分から50分程度焼きます。オーブンから出すと膨らんでいたりんごがどんどんしぼんでいってボリュームがなくなります。手で触れるぐらいに冷めたら型から外していきます。今回はこれを冷蔵庫で一晩冷やしてから食べてみたいと思います。少し粉糖を振ると可愛いですよね。冷やすことでりんごの爽やかさとチーズが入ったクリームのねまろやかさがマッチしてね、とっても優しい味になっていきます。生地がね工程に入るとハードルはね上がってしまうんですけども、頑張った分はね確実に美味しくなりますんで、ぜひ作ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。